皆さんこんばんは、ゲオです。今、緊急で動画を回しています。まさかこのセリフを言うことになるとは思いませんでした。YouTuber がね、よく言うやつ。というのも、さっきゴミ出しをするために外に出たら、なんかバロッコがおかしいというふうなことに気づきました。左前輪の下のアスファルトあたりがなんかよくわかんないんですけど濡れてるんですね。まあ、ここ数日、雨はそうだな、1週間以上降ってないので、濡れてるのもおかしいんですが、なんか多分ね、ブレーキフルードが漏れてる臭いんですよね。困りましたね。今日土曜日、今9時半夜のぐらいなんですが、ブレーキフルードが漏れてるような気がします。ここね、問題の箇所なんですけど、ここだけなんか地面濡れてるんですよ。で、雨とかだったらねあれなんだけど、ホイールもねこれ明らかになんか油が垂れてるような感じになっていて、これ漏れてんじゃねっていう、ここら辺とかすごいよね。明らかに油跳ねてるもんね。フルードがね漏れてるような感じなんですよ。で、トラブルシュートということです。ハイゼットトラックの場合、フロントの運転席右前のあたりにブレーキフルード、ブレーキ液のタンクがあるんですね。で、ここを見てみると、油面がちょっと分かります？これマックスのところからほんの少し下がってるんですよね。車検の動画は2ヶ月ぐらい前に上げたので、見ていただいた方いらっしゃると思うんですが、そのタイミングでブレーキフルードとか全部交換してるんですよ。で、大抵車屋さんってマックスの線ギリギリまで入れてくれるんで、多分そのはずなんですね。で、ブレーキフルード量、これ減ってますよね、明らかに。これはちょっと乗れないな。他のねとこなら別にいいんだけど、ちょっとさすがにブレーキぶっ壊れてるのは、ブレーキぶっ壊れてる疑惑はさすがにシャレにならないんで、ちょっと明日車使えないかな。ちなみにエンジン入れるとこんな感じ。光ってるランプ的に点滅してるのはシートベルト、赤い右のやつはサイドブレーキ、青い上のやつは水温ですよね。 ETC カードを認証しました。だから別にブレーキの警告灯とか出てないんですよ。別にサイドを解除した状態でブレーキ警告灯とかも出ないしね。だからやっぱりブレーキがおかしいと思います。さすがにこの状態だと明日この車使えないので、今からちょっと保険会社のロードサービスを呼ぼうと思います。ロードアシスト受付センターです。お待たせいたしました。東京海上日動ロードアシスト。ブレーキフルードがどうやら漏れてるようなんですね。はい、で8ナンバーということですが、はい、例えばキャンピングカーとかどのような改造されている車両になるんでしょうか？キャンピングカーですね。軽トラのハイゼットトラックの後ろがキャンピングカーになってます。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、電話が終わりました。20分ぐらい電話してたみたいですね。話の内容をまとめると、ブレーキの故障なので、ちょっと危ないよねというところでレッカー搬送の対象になるそうです。で、今の時間がもう夜の10時なんですね。なので、レンタカー会社も空いてないし、ましてやダイハツのディーラーも空いてないので、特に今すぐ入庫はできないですよというところはお互い確認を取りました。今このタイミング以降でレッカー車の手配を、くださるそうです。そして明日がダイハツのディーラーの営業日になるので、そのタイミングでいつも入庫しているダイハツディーラーの方に入庫いただくというふうな算段です。明日の朝やればいいじゃんみたいな話もあると思うんですが、明日ね、私予約を入れちゃってまして、髪を切りに行くんですよ。髪が伸びちゃって。で、それで本当は車で行く予定だったんですが、それも朝早い時間の予約になっていて、今からじゃもうどうしようもないので、車両だけ今お預けして持って行ってもらいます。はい。なんか置いといたら勝手にブレーキフルードが漏れてたみたいな感じなので、そうですね。はい。なんか明らかに漏れてるなって感じがあって、結構まだはい
踏む分にはまだ多少はブレーキは今効くんですけど、はい、そうですね、ちょっとなんか踏み込みの圧が結構踏まないとかかんないみたいで、やってきました。ついに台車に乗り換えました。任意保険のレンタカー特約、日額1万円まで借りられる契約になっていたので、今回私にあてがわれたレンタカー台車はなんと現行型のプリウスです。バロッコとは全然違う。めちゃくちゃ乗りやすい。全然乗り心地が違う。今私は東京ディズニーランドの周辺を走ってます。国道357号線舞浜立体のあたりですね。通称60型のプリウスって呼ばれてるやつに今乗ってるんですけど、めちゃくちゃ快適ですね。これいつも 660cc と5速マニュアルのバロッコに乗ってますけど、鬼のように騒がしいんですよね、あの車は。そしてサスペンションがもう縮みきってるのでガッタンガッタン揺れる。対照的にガソリンエンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドの車です。もう完全な乗用車なので乗り心地がめちゃくちゃいいですね。もう路面のガタガタを全く拾わない。しかもそして静か。今日は友達と約束があるので、これからララポート豊洲に向かっています。バロッコはダイハツのディーラーに預けて今点検中ですね。国道357号線の新木場立体のあたりですね。私この辺りすごい好きなんですよ。こうやって高層ビル群が徐々に出てきて、千葉県と東京都の境目を感じるところです。低層の建物が多い千葉県から高層のビル群が立ち並ぶ東京湾岸エリアに入るこの景色が私大好きなんですね。357のこの新木場立体走ってて一番気持ちいい瞬間ですね。ほいっと到着しました。ララポート豊洲駐車場です。よし、地下に入りましょう。EV 走行比率 78%、 燃費は 34.9km って書いてありますね。本当かこれ、やべえな。いつの間にか22時35分です。めちゃくちゃ友達と食べ放題で食べまくってきました。デブまっしぐら。見てくださいよ、357を連接バスが走ってる。東京 BRT のエルガデュオですね。珍しい。千葉県に入りました。また渋滞に巻き込まれてます。あれから2週間ぐらい経ちました。今日はバロッコを迎えに行きます。戻ってきました。バロッコです。3月1日の夜に車をレッカーで入れて、今日は3月16日、2週間ほど預けていました。というのも単純に私が土日に時間を作れなくてお出かけしていたり友達と遊んでいたり、平日は仕事終わるともうディーラー閉まっちゃってるので、取りに行けなくて、結局伸びに伸びて2週間ほど預け入れをしていました。動画の冒頭でお話しした通り、左のフロントタイヤのあたりになんか液体みたいなのがかかっていて、これは油かなというふうに危惧してブレーキオイルが漏れているのではないか、そう思ったわけですね。そして任意保険のロードサービスレッカーとレンタカー台車を使いました。今日取りに行ったわけなんですけれども、結果としてブレーキは壊れてませんでした。よかった。パチ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 。なんかね、アホみたいなしょうもない結末でした。結論から言うと
猫のおしっこです。マジでしょうもない。本当にブレーキオイルは漏れてないよという風な形でディーラーの整備士さんおっしゃっていました。で、濡れていた箇所をちょっと拭っていろいろ見てみたりしてくれたそうなんですけれども、わずかなアンモニア臭がするということで、割とない話じゃないみたいですね。駐車場とかに住み着いている野良猫がタイヤにおしっこをするというふうなことが割とあるみたいです。なんやねんそれみたいな感じですよね。今住んでいる集合住宅の平面の駐車場なんですが、そこに野良猫が住み着いてるんですよ。よく見かけます。ちょいちょいね、猫ちゃんいるなと思っていたんですが、特に実害がなかったんでいいやと思っていたんですが、実害がありました。そうなんですおしっこかけられましたという感じで、ただただ2週間新型のプリウスに乗らせてもらっただけみたいな結末でした。なんか大騒ぎして緊急で動画回してますみたいなこと言ったけど、全然なんともなかったですね。ただブレーキオイルが漏れてるかどうかっていうのはディーラーの整備士さんに見てもらわないとわからないところなので、ブレーキオイルが漏れていなかった、故障していなかったことが分かったというふうなことが、今回の結果だったわけですね。これはこれでいいでしょうというところです。じゃあお楽しみいただけましたでしょうか。皆さんも猫のおしっこには注意してください。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。